皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢関連&日本の政治ニュースについて取り上げていきます。まず最初にお断りしておかなければならないのですが、私は風邪の影響で喉がかなりやられている状況です。声がかすれたり、いつもと声色が変わっていたりする点があれば、それは喉が全開でない証拠なので、その点についてはご了承ください。それでは最初にまず取り上げていく話題、ウクライナによるロシアに対する遠距離攻撃の話題から始めていきましょう。最初に取り上げる話題は、トゥアス製に対する攻撃。以前も取り上げた攻撃なのですが、今回取り上げるのは同じ場所に対する攻撃でも違う兵器が用いられたことを取り上げます。ウクライナが現在生産を進めている巡航ミサイルフラミンゴ。今回はトラプ製に対する攻撃で用いられたとのことです。その爆発の映像がこちら。石油の輸出ターミナルがある場所に対する攻撃で用いられたようです。この攻撃は残念ながら施設そのものを直撃したというわけではなさそうです。ただし、フラミンゴの破壊力を視覚的に確認することのできるちょっと貴重な映像だと言えるでしょう。なお、このように大きな爆発が起こっている理由としては、弾頭に搭載されている火薬量が多いといったこともありますが、おそらくは射程3000キロに対して、このテアプセは3000キロよりもはるかに距離が近いですから、大量の燃料も残っている状態だと見られます。ですから、火薬プラス燃料の爆発が相まっての大爆発だと考えられています。今後、フラミンゴの攻撃による施設破壊が軌道に乗れば、それはかなりのロシア経済に対する打撃となるでしょう。続いては、ロシア・サラトフ州の製場に対する攻撃。その他、ロシア軍に占領されているクリミア半島やフェオドシア、ドネツク州の位置に対する複数の施設攻撃が行われたとのことです。サラトフ州の製油所に対する攻撃はこちら。映像でもちょっと遠いのですが、施設に対する攻撃は成功し、火災が発生しているようです。ロシア連邦サラトフ州にあるサラトフ製油所はガソリンやディーゼル燃料、軽油や工業用利用など20種類以上の石油製品を生産しているとのことです。民間向けだけではなく、ロシア軍に納入しているものも大量にあることから攻撃による被害が拡大すれば当然ロシア経済やロシア軍に対する悪影響をもたらすことができます。続いて、ウクライナに対する軍事支援。現在の最大支援国はドイツです。ドイツがウクライナに2兆円支援。2026年予算予定から大幅増額。ロイター通信は、ロシアの侵攻を受けるウクライナに対するドイツ政府の2026円の支援規模が115億ユーロ、日本円で約2兆円に上る見通しだと報じた予算関連文書を入手したとしている。当初85億ユーロから115億ユーロへと増額されたとのことで、これはかなりの大幅な増額となります。ただし、実現にはドイツ議会の承認が必要。ロイターによると、ドイツは2022年のロシアによる侵攻開始以来、約400億ユーロの支援を実施しており、ヨーロッパ最大のウクライナ支援国とされている。2025年はトランプ大統領の就任によりアメリカによる軍事支援が途絶してしまいました。その分ヨーロッパがどれだけ支援するかといったことが注目されたのですが、残念ながらアメリカの失われた支援分をヨーロッパが何とかかろうじて埋めたといった感じで、従来よりも支援の総額や量については残念ながら低下しました。来年2026年、ウクライナに対するヨーロッパ支援がどれだけ積み増しができるかは、今後の戦況にも大きな影響を与えます。ヨーロッパ各国は再軍備計画を発表し、軍事予算を増額していますが、ウクライナに対する支援ではなく、それぞれの国における再軍備を進めることに重点を置いていることも多く、予算が増えたイコールウクライナ支援が増額されるかどうかは各国の政治状況によります。一方、ロシアを支援する北朝鮮の動きについて報じられています。ロシア、闇の軍需物資網構築、砲弾、北朝鮮製7割と分析。ウクライナ侵攻を続けるロシアが中国や北朝鮮、イランとの間で構築した軍需物資の調達網の全容が共同通信が入手したウクライナ国防当局の機密文書で分かった。ロシアが軍事技術供与の見返りに戦争継続に必要な北朝鮮製砲弾や兵器製造に使う
日米欧製電子部品を中国経由で獲得する闇のネットワークを作り、経済制裁で物流遮断を狙う欧米に対抗、文書作成に携わった国防省当局者は、ロシアが現在使用する砲弾の約7割は北朝鮮製と分析した。ロシアと中朝の軍事連携が具体的に裏付けられ、日本を含む東アジアの安全保障環境の悪化に直結する恐れがある。国防当局者は取材に、ロシアを中心とする4カ国にまたがる兵隊網が侵攻を下支えし、長期化させていると指摘。制裁でロシアを孤立化させることが戦局転換の鍵になると強調した。機密文書や当局者の話によると、北朝鮮は2022年2月の侵攻開始以降、ロシアに計約650万発の砲弾を供与した。ロシアが北朝鮮に兵器製造に必要な技術を伝達し、増産体制が構築された。ここで注目しなければならないのが、北朝鮮の軍事力強化が今回の一件で進んでしまうことです。特に北朝鮮における弾道ミサイルの開発については、海に放つようなものではなく、もういっそのことロシアに渡してウクライナに撃ち込むといった形で試験が実施されています。ロシアにしてみると、弾道ミサイルを自分で作らずとも北朝鮮が作ってくれるわけなので、受け入れは非常に容易で、一方で北朝鮮にしてみると、実戦経験を積むその実証データを得るといった面においても、ロシアに販売するメリットがあります。こうした実戦投入は北朝鮮製兵器の技術開発が進むこととなり、当然のように東アジア情勢に対しても暗い影を落とすこととなります。現在ロシアは北朝鮮の進める原子力潜水艦建造やそれに搭載する核ミサイルの開発についても影響を与えていると見られており、これもまた日本にとっては非常に気になるところです。さて続いては日本の話題に移っていきます。前回の動画において中国の節賢総領事館が日本の高市総理大臣に対して殺害予告とも取れるような非常に強い言葉で批判を行いました。私はこの問題に対して節賢大阪総領事館を国外退去処分すべきだという主張しています。さてこの一件に関して台湾はどのような反応を見せているか記事を見ておきましょう。フォーカス台湾中央社日本語版の記事を見ておきます。総統府汚い首切ってやる発言を批判。外交マナーを逸脱。外交部も反応。台北中央社総統府の角賀慶報道官は中国の節賢駐大阪総領事が台湾有事に関する日本の高市早苗首相の答弁をめぐり勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく切ってやるしかないなどと自身の X に投稿したことについて、このような行為は明らかに外交マナーを逸脱していると批判した。高市首相は衆院予算委員会で中国による台湾の海上封鎖が発生した場合の事態認定について、戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースだと答弁した。節賢氏はこの発言を報じた日本メディアの記事を引用する形で、勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく切ってやるしかない、覚悟ができているのかと投稿した。台湾の報道官は政府として中国の官僚の日本に対する脅迫的言動を厳重に注視していると説明。台湾は一貫して民主主義、自由の価値観を固く守り、理念の近い国家とともに地域の平和と安定の現状を共に維持するとした。今回の一件で台湾と中国との間における意見の対立が見られたことから、高市首相の発言が台湾有事にさらなる悪影響をもたらしていると発言している人たちもいます。しかし日本の立場は明確であり、中国の侵略を決して認めない姿勢を示しておくことは重要でしょう。例えば安全保障関連の話題で日本の武器輸出に少しずつ前向きな動きが出ていることを取り上げたいのですが、実際ヤフーのネットランキングにおいては第1位に小泉進次郎氏の答弁といったものが上がっています。アクセスランキング国内版1位の記事はこちら。高市自民、ネット衝撃、進次郎が覚醒した。すげえ、何があった。衆院予算委員会、小泉防衛省、共産田村委員長にガチ砲撃、カンペ&謎公文もなし。まさか無双反論に一番おもろい。本気出したら口喧嘩強い。皮肉も言えるのかといった記事が流れています。小泉進次郎氏が今回防衛大臣になっているので、インターネット上では小
小泉氏をいかにしてもてあそぼうかといったような感じで注目している人たちがいました。しかし現在の安全保障下における答弁においては、立憲民主党や共産党といったかなり的外れな意見が続出しており、小泉氏が政府の基本方針にのっとった反論をするだけで、次々と立憲や共産の意見といったものが完全撃退されるような事態が発生しています。これは小泉進次郎氏がすごいといった話ではなく、むしろ立憲や共産党がいかに低レベルかといったことを示しているのではないかと私は見ています。特にここ最近は立憲が相変わらずのように日本の国防について全く理解をしておらず、むしろ日本をいかにして危険にさらそうとしているか、ものすごいダメっぷりを示しているように私には思います。そのことはちょっと横に置いといて、紹介する記事はこちら。殺傷能力ある武器輸出拡大へ、自民と維新年内にも与党協議会を設置。日本から輸出できる武器を救難、輸送、警戒、監視、掃海の5つの目的に限定する5類型の撤廃に向け、自民、日本維新の会の両党は年内にも与党協議会を設置し、議論を本格化させる方向で検討に入った。5類型撤廃が実現すれば、殺傷能力のある武器の輸出が大幅に拡大することになる。政府与党は来年中の実現を目指す意向だ。現在この話題といったものは今すぐ動く話ではありません。しかし、ようやく前進したのかというのが、正直なところです。これまで安全保障関連の話題は、とにかく公明党が大きなブレーキ役になっていて、それこそ5年、10年単位で話がなかなか進まないなといったことが、よくある光景でした。公明党が連立から外れたことにより、ようやく安全保障関連の話題が前進しようとしていることは、私は前向きに評価しています。しかし、輸出可能な状態まで政治的な制約が解除されたとしても、今の日本の防衛産業がすぐさま世界に様々なものを売れるわけではありません。やはり長い間世界市場から切り離された日本の防衛産業は、値段の高さとその性能のバランスにおいてかなり悪い状態になっています。ただし、世界に売れる道筋ができることによって少しずつでも是正されることが期待されるわけです。そして、ようやく少しずつ改善されているなといった話題がこちら。自衛官給与、全世代アップへ。中堅ベテランの離職防止が狙い。政府が今国会への提出を検討している防衛省職員給与法改正案の概要が判明した。自衛官の2種とその候補生の初任給をいずれも過去最高額とし、すべての年代の基本給も引き上げる。定員割れが続く自衛官のなり手を確保し、離職を防ぐ狙いがある。初任給は高卒の2種で23万9500円、前年度比1万4900円増。2種の候補生にあたる自衛官候補生は19万500円、同1万1500円増とする。法改正が実現すれば、給与は今年4月1日に遡って支給される。現実問題として自衛隊員であるということは、将来的に何か日本が攻撃された事態には先頭に立って戦わなければなりません。それだけではなく災害時における派遣もあります。そうした意味では危険な業務であることは間違いなく、それらの業務に携わる自衛官の人たちの給与は、これまでずっと待遇が悪いと指摘され続けてきました。また、自衛官の人たちが自腹で購入しなければならない物品などについても、これもまた昔から全く足りない状態であり、もっと予算が必要であるといったことも指摘され続けてきました。それと同時に、これらの問題を解決するために必要なのは、現実問題として予算を確保することです。一方において、そうした必要経費である給与や物品の支給の水準の向上などについても予算を伴うものであり、防衛費を増やすことイコール軍国主義者だといったようなレッテル貼りは非常に不当な批判の類です。今回、初任給やもしくは全世代における給与アップといったものは、これは必要なお金だと私は思います。一方で、これらの予算を増やすための経済成長といったものは欠かせないものです。基本的に財政状況の改善といったものは、収入をアップさせるか、それとも支出の見直しをするか、この2つの要素をいかにして政治的に推進していくかが重要です。それこそ
今では軍国主義の象徴かのように言われている富国強兵といった言葉も、本来であれば健全な財政状況の上で防衛力を高め、それによって世界経済と戦う国内経済の育成といったものを進めることも重要です。これらは決して悪の思想ではなく、国家経営上における非常に重要なキーワードであり、平和主義とこうした考え方は決して対立のものではありません。高市総理大臣は、こうした安全保障問題に関する発言といったものが多いことから、特に野党側から国会においては批判の的となっています。しかし、批判している側の論理こそがむしろ平和に対する危険な言動が多いといったことを、ぜひとも皆さんも確認していってください。特に立憲と共産の批判している内容といったものは、見るに耐えないようなものが多いのが一つの特徴だと言えるでしょう。というわけで私の脳もそろそろガラガラになってきたので、今回の動画はここまでとします。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。